防犯カメラに映されていたのは12歳の少女と並んで歩く若い男たち。見知らぬ少女に声をかけた男2人の目的は一体何だと思いますか？ 2024 年6月16日、アメリカテキサス州ヒューストン。夜10時頃、自宅を抜け出してコンビニへ向かっていたのは12歳の少女ジョセリン・ヌンガレイ。ボーイフレンドと電話をしながら歩いていたジョセリンは若い2人組の男に声をかけられます。すいません、ちょっと道を聞いてもいいですか？明らかに外国人だとわかる口調にジョセリンは男たちが困っていることをすぐに察しました。ごめん、またかけるね。そう言うとボーイフレンドとの電話を切り、男2人に歩み寄ったジョセリン。この翌日、彼女は近隣の川で無残にも打ち捨てられた遺体となって発見されるんです。道を訪ねてきた2人の男に殺された12歳の少女。彼らに善意で応えた少女を待ち受ける卑劣な仕打ちとは。移民の男2人が起こしたこの事件はアメリカ社会変革のきっかけになったんです。おそすけんちゃんです。みやみやんこんね。というわけでメトラの皆様、新年明けましておめでとうございます。というわけでですね、早いものでね、やみおさん、もう2025年ですよ。もう早いわね。私たちもこうやって新年を迎えるにあたってさ、特別な新年っぽい衣装でやってますけれども、まあ一緒なんですけど、去年はですね、初めてのねアルゴメトリーのオフラインのイベントを開いたりだったりとか、そうね、あとはねオンラインサロンをね開始したりっていうところで、アルゴメトリーとしてはかなりね挑戦的な1年だったんじゃないかなって僕はね思うんですけれども、やみおさんどうです？そうね、私はね挑戦的な1年だったなって思うわね。かぶせね、挑戦の年ってなんかもうよく言うんだよよく言うんだけど5、6年やってきた中では結構マジでそういう年だったなと思いますし、逆に言うと今年はねその挑戦したものをさらに皆さんに楽しんでもらえるように、この間ねやみこさんとも議論したんですけど、改めてアルゴメトリーが向かう先も含めてねお見せできればなと思いますので、そういったところにね共感できる方はね引き続きねアルゴメトリーを今年もね応援してもらえればと思います。去年が辰年だったじゃない。だからやっぱり上り竜のような年だったと思う、今年は蛇の年っていうことは、泥水をすすってでも穴の中入ってでももう何してでも皆さんに楽しんでもらう。よくできました。はい。というわけで本日ご紹介するのはアメリカテキサス州で起きた殺人事件について。この事件では12歳の少女が男2人に殺されてしまうんです。そしてこの男たちの正体をめぐり全米を騒がせる大事件にまで発展してしまうんです。いやもうそもそもが12歳の少女が大の大人2人に殺されるってだけでさ、めちゃくちゃ胸クソじゃない。なのに騒がれるって、そんななんか有名な男たちだった、そういう話なの？実はこの男たちの素性は近年ね日本でも騒がれているある問題につながるものがあったんです。そして皆さんもぜひ今回のテーマ真剣に考えながら見ていただければと思います。12歳の少女が殺害され遺体で発見された今回の事件、遺族の悲痛な訴えは意外な場所で発表されたんです。涙の訴え。2024年8月22日、アメリカ・アリゾナ州、メキシコとの国境付近で当時のアメリカ大統領候補ドナルド・トランプ氏と共に一人の女性がスピーチを行いました。I really hope everybody can hear my pain. 涙ながらに語るその女性の名はアレクシス・ヌンガレイ。そして彼女の隣に立つ夫は可愛らしい少女の写真がプリントされた T シャツを掲げています。その少女は彼らの12歳の娘ジョセリン・ヌンガレイ。この2ヶ月前、彼女は両親の胸を引き裂くような悲劇に見舞われてしまったんです。2024年6月17日の早朝、テキサス州ヒューストンランキンロードの自宅でアレクシスはいつものように娘のジョセリンを寝室まで起こしに向かいました。しかしジョセリンいないの？寝室の扉を開くとベッドはもぬけの殻。母アレクシスはその後家の中や周辺を探して回りますがジョセリンの姿はありません。やんちゃなジョセリンが夜中にこっそり外出することは決して珍しくなく、母アレクシスもそのことは知っていました。一方朝まで帰らないことはこれまで一度もなく、アレクシスは胸騒ぎを覚えたんです。まさか何か良くないことがあったんじゃ。母アレクシスは必死に自分を落ち着かせジョセリンのスマホの GPS を確認。 GPS が示したその場所へ急いで車を走らせます。 GPS を確認したってのはお母さんもすごい冷静だったわよね。でもなんかスピーチの様子見てるとなんか嫌な予感しかしないわよ。その予感の通りなんです。 GPS をたどって向かった先で母親は残酷な現実を目の当たりにするんです。
GPS を頼りに母アレクシスが向かった先は自宅からそう遠くない場所にある小川、そして川が近づくにつれ立ち入り禁止の黄色いテープがアレクシスの目に飛び込んでくるんです。周囲には警察車両が何台も止まっており、そこで何かが発見されたことは明白でした。すいません、ここで何かあったんですか？今朝から娘の姿が見当たらなくてスマホの GPS を頼りに来たんです。アレクシスは青ざめた顔で警察にそう訴えますが、その場では何も教えてもらえなかったんです。この1時間後、自宅へ引き返した母アレクシスの元へ警察から連絡が入り、川で少女の遺体が発見されたことが伝えられます。そして検視の結果、遺体はやはり娘のジョセリンだったことが判明。しかも発見時ジョセリンは手足を縛られ下半身裸の状態だったといいます。遺体の状態から警察はジョセリンの死を殺人事件として捜査。3日後に逮捕された2人の男はベネズエラからの不法移民でした。殺し方がえげつなさすぎるわよ。これはもう不法移民が犯人だったから問題になったってことなの？そうなんです、この問題はアメリカの移民政策の問題を浮き彫りにしてしまうんです。避けられたはずの悲劇。2024年6月20日に逮捕された2人の男はヨハン・ホセ・マルティネス・ランゲルとフランクリン・ホセ・ペーニャ・ラモス。ベネズエラ国籍の2人は入国許可を得ることなく不法にアメリカを訪れていました。そして実は事件の3ヶ月前、マルティネスとペーニャは国境警備隊により不法入国者として逮捕されているんです。この時2人は後日出廷するように通告され、その日のうちに釈放されていたんです。不法入国で逮捕されたんでしょ？なんでまだアメリカに残れるわけ？強制送還とかならないの？これに関してはね、アメリカのある政策が関係しているんです。というわけで本日のメトラキーワード、アメリカの不法移民問題について。2022年から2023年にかけ、アメリカの不法入国者数は2年連続で200万人を超えているといいます。原因は南米諸国の情勢不安が続いているためで、不法移民の大半は亡命希望者。今回の犯人マルティネスとペーニャが逮捕されたテキサス州エルパソはメキシコと接する国境の町で、こうした不法移民が後を絶ちません。この膨大な数の不法移民に対し、アメリカが実施している政策がキャッチ&リリースというプログラム。逮捕された不法移民が亡命が受け入れられるか否かの審理の開始を待つ間、アメリカ国内で釈放されるというものです。この政策は収容施設のスペースに限りがあるために実施されているんですが、今回のように釈放された不法移民が問題を起こすケースがあり、反対意見も多いんです。マルティネスとペーニャに関しても、このキャッチ&リリースのプログラムによって即日で釈放されていました。2人はその後それぞれ建築関係の仕事に就き、ヒューストンのアパートでルームシェアを開始。その新しい暮らしの中、2人で夜の街をうろついていたところ、被害者のジョセリンが歩いているのを見かけ、彼女を狙ったんです。このようにキャッチ&リリースの政策がきっかけになったともいえる今回の事件。ジョセリンの母アレクシスがドナルド・トランプ氏と共に演説を行ったのは、トランプ氏がこのプログラムに反対しており、強硬な移民対策を講じていたためでした。もしマルティネスとペーニャが釈放されずに強制送還されていれば、娘のジョセリンは死なずに済んだはず。母アレクシスはそう言ってトランプ氏と共にアメリカの移民政策の問題点を指摘したんです。だからトランプさんと一緒に演説をしてたわけね。でもさ、これ本当に困って不法入国をしちゃう人もいるわけでさ、即刻強制送還なんてやっぱりなんかかわいそうな気がしてならないわよ。ただね、マルティネスやペーニャのような犯罪を犯すね、不法移民のせいで亡命希望者たちのね、印象が悪くなってしまったっていうことにも繋がっちゃったんですよ。これ気になるのは、彼らがどのようにしてジョセリンを襲ったのかということ。2人は外国人という自分たちの立場を利用し、巧みに彼女を襲ったんです。夏休みの夜。2024年6月16日の夜、母アレクシスは寝室に向かうジョセリンにこう声をかけました。ジョセリン、明日は一緒に家を出るからあまり夜更かししちゃダメよ。この頃、テキサス州の子供たちは約3ヶ月の夏休みを迎えていましたが、ジョセリンは翌日サマースクールに参加予定。自分の出勤と同時に出かける約束になっていたジョセリンがいつもの癖で寝過ごさないように、母アレクシスは念押ししたんです。分かってるわママ、おやすみなさい。ジョセリンは笑顔で母にそう告げますが、彼女はまだ眠るつもりなどありません。ジョセリンはここから母の目を盗み、こっそりと家を抜け出しました。そしてボーイフレンドに電話をかけながらコンビニへ。12歳と幼い彼女にとって少し背伸びをして夜の散歩へ出かけるその時間は、夏休みのささやかな楽しみになっていたのかもしれません。同じ頃、近隣のレストランで食事をしていたベネズエラ移民のマルティネスとペーニャ。店を出た彼らが夜中に一人歩きをしていたその少女と偶然出くわしてしまったことが運の尽きでした。
夜のヒューストンでボーイフレンドと電話をしながら楽しそうに歩く少女ジョセリン。電話に夢中の彼女は自分に近づいてくる2人のよこしまな視線に全く気がついていなかった。そしてすいません、ちょっと道を聞いてもいいですか。タロタロしい英語でジョセリンに声をかけたマルティネス。12歳の純粋な少女の目にはその姿は本当に現地のことが分からず困っているようにしか見えなかった。ごめん、またかけるね。ジョセリンはボーイフレンドとの電話を切るとマルティネスとペーニャに歩み寄った。談笑しながらコンビニへやってきた3人の姿は誰にでも分け隔てなく接する優しいジョセリンの性格を物語っていた。2人の男はそうやって初対面のジョセリンとまるで窮地の中であるかのようなやり取りを交わしながら彼女を人気のない橋の下へと誘い出していた。こうして橋の下へジョセリンを連れ出したマルティネスとペーニャは先ほどまでのフレンドリーな雰囲気から表変。ジョセリンに突然襲いかかると抵抗する彼女の手足を縛りズボンを脱がして約2時間もの間凌辱したんです。最後はジョセリンの首を絞め上げ殺害してしまった2人の男たち。彼らは遺体に残された DNA などの証拠隠滅のため動かなくなったジョセリンを川に投げ込んだんです。翌日、川の近くを車で通りかかった女性によってジョセリンの遺体は発見されることに。そして近隣の防犯カメラにはマルティネスとペーニャ、そしてジョセリンの3人が並んで歩く姿がしっかりと捉えられていました。事件が報道されると防犯カメラ映像が犯人2人のルームメイトの目に留まり彼はすぐに通報。2024年6月20日、マルティネスとペーニャのアパートへ家宅捜索に訪れた警察は2人が犯人で間違いないと判断し逮捕に至るんです。この時マルティネスの腕には噛み跡や引っかき傷が確認されておりジョセリンが2人の魔の手から必死に逃れようとしたことが見て取れました。本当に最低。12歳の女の子がよ、大の大人男2人にもてあそばれてもうほんと辛かったと思うわよこれ。大の大人が寄ってたかってね幼い少女を襲うってもう卑劣すぎて言葉も出ないですよ。ペーニャとマルティネスは事件後国外逃亡のため上司に金銭の援助を求めたり伸ばしていたヒゲを剃り身元の発覚を防ごうとしたりあの手この手で罪を逃れようとしていました。特にマルティネスに関しては前科もなく2歳と5歳の子供がいるような男なのですがそんな彼らがなぜ異国の地でこれほど凶悪な犯行に及んでしまったのか。ペーニャはジョセリンにキスをしただけだと主張し殺人と暴行の責任はマルティネスにあると供述。マルティネスはジョセリンを縛ったことを小川に投げ込むようにペーニャに命じたことを認めていますが動機について2人はいずれも口を紡いでいます。ヒューストンのジョン・ウィットマイヤ市長はマルティネスとペーニャの無期限の交流を望んでいましたが2人は保釈金1000万ドルの設定に日本円にして約15億円という莫大な金額ではありますが保釈のチャンスが与えられたことは法制度への批判の的となりました。この流れを受けテキサス州は死刑に値する殺人の容疑者の保釈を阻止するジョセリン法を新たに導入すると発表。今後の動向が注目されています。2024年9月マルティネスとペーニャは殺人、誘拐、強制性的暴行の罪で起訴されることに。現在公判中の2人に対しテキサス州のグレッグ・アボット知事は死刑を求めています。このようにしながら事件は収束に向かっていくのですが事態はその後アメリカの移民政策へ大きな影響を及ぼしていくんです。真偽は定かではありませんが犯人のマルティネスとペーニャはベネズエラのギャングだったという噂も2人の体にはギャングメンバー共通のタトゥーが確認されているんです。そのような危険人物を入国させてしまったことに対し政府の移民政策が強く問題視されました。特にドナルド・トランプ氏は選挙戦においてジョー・バイデン大統領の移民政策がジョセリンの死につながったと主張。バイデン政権の支持者と移民を排除しようとするトランプ氏の支持者との間に大きな論争が巻き起こったんです。トランプ次期大統領は100万人規模の不法移民を強制送還することを公約として明言。この動きに応じ2024年11月にはテキサス州が新たに強制送還予定の移民の収容施設の建設を発表しました。このほか不法移民に対してより厳しい措置を導入するジョセリン正義法の提案も進められておりアメリカの移民政策は大きな変革の時を迎えているんです。移民の問題はアメリカに限らず僕ら日本人にとっても他人事ではありません。日本で在留資格を持たない非正規滞在移民の数は2023年時点で約7万人。深刻な人手不足から多くの外国人労働者を受け入れる一方制度が追いつかず正式な在留資格を持てない人々が後を絶たないんです。特に近年は外国人による犯罪が増加傾向にあり2024年1月から半年間で殺人や強盗などで464人が検挙されたといいます。この数字は2008年以降で最多。全てが制度の問題とは言い切れませんが日本へ出稼ぎに来たのはいいものの生活が立ち行かず犯罪に及んでしまう外国人が増えていることは事実です。あなたは昨今の移民問題を改善するためにどのような対策が必要だと思いますか？コメントでぜひ意見をお聞かせください。
おっすというわけでね、いつもね、アルゴメトリをご覧の皆さんもありがとうございますということで、今回ですね、ちょっとね、大きい発表がありますと。アルゴメトリでね、初の試みなんですけれども、はい最初はね、ヤミゴさんもちょっとやってたり、僕もあと5年ぐらいね、いわゆるこう、チャンネルのナレーションをね、うん。入れてたわけなんですけれども、うんうんなんと今回ね、新たな挑戦ということで、新しいね、ナレーターさんを募集してみようかと思います。というわけで、まあ、いろんなね、考えはあるんですけど、ありがたいことにね、僕の声がいいって方もうん。いらっしゃいますし、ただちょっとね、もう6年もね、やってます。そのうちね、もう5年ぐらいずっと入れてるんで、ちょっと変化もつけたいなっていうのもあるし、その分ね、僕とかね、ヤミゴさんもね、時間できますんで、皆様に対してね、別のコンテンツを提供できるんじゃないかとか、いろいろ今話し合ってる最中なんで、本当にこう前向きに捉えているんですけれども、まあ、ただね、アルゴメントに耳で聞く人も多いわけじゃないですか。うんうんうんだから、結構ナレーターさん超重要なんですよ。そうね。あなたの声ファンもきっといるんだけど、いるといいなまあ言うてね、うんあなたもナレーターさんではないわけだからね。でそうそうそうも、ナレーターをプロとしてやってる方々もいらっしゃるわけですから。そうですね。まあ今回ね、プロじゃなくてもいいんですけれども、うんまあ本当にね、お力添えいただける方はね、概要欄と固定コメントのね、リンクからね、ぜひご応募いただければっていうところで、ただね、本当に、今、ヤミクさんが言ってくれたように、僕もね、結構こう、魂込めてやってるんで、次やる方にもね、やっぱそういうところはね、いい意味で見させてもらって、なので、まあ皆さんに僕が約束できるのは、アルゴメトリーは必ずパワーアップするっていうことですね。まあそれでね、僕らもね、いろいろこう、俯瞰できるところも増えてくると思うので、ちょっとだから新しい挑戦。ただもうこれでね、なんかいいナレーターさんいないなとかね、ちょっと僕が言うのもあれなんですけど、うんその場合ね、変わんないんで。いい人がいる場合のみ変わるっていうね、ここは約束しますよね。皆さんご安心いただければっていうところで、オーディションもね、ちょっとどれぐらい長引くかもわかんないんで、ちょっと一旦はね、興味ある方はね、音声送っていただければと思います。そして、いつから変わるとかもしあればまた告知するんで、そこはね、ご安心いただければと思います。というわけでね、本日もアルゴメトリの動画、ここまでご視聴いただきありがとうございました。